皆さんこんにちは、タサンシマです。今日は先日作ったブールブランソースを使ってサーモンのお料理を作りたいと思います。はい、で先日ご紹介した時は、2人前ぐらいの量、白ワインが 100cc、 リンゴ酢が 50cc、 バターが 80g の量で作りました。玉ねぎは4分の1ぐらい使いました。今回はそれの4倍で作りました。4倍ってこと8人分っていう感じだと思うんですけど、ロマンがすごくソースをたっぷりかけて食べるのが好きなのと、あと今日はちょっとキャベツと一緒に食べたいのでソースたっぷりめにかけたかったので、その4倍の量で作りました。ただ、使い方によってはこうお皿にちょっと線を描くような感じでソースをかけたいっていう時は、それの半分ぐらいでもいいかなと思うので、2倍の量とかで作ってもらっても大丈夫です。ちょっと量を見てもらって自分の好みで作ってみてください。で、最初にそのブールブランソースをご紹介した時になんで少量で作ったかっていうと、やっぱりバターをすごくたくさん使うレシピなので、いきなり今日は、だから4倍なので320g も使っちゃったんですけど、そんな量の、バターを使うソースを、ご紹介してもなんか作ってもらえなかったら嫌だなっていうのがあって、ちょっと少なめにわざと作りました。はい、あとバター結構高いので、なんかちょっと私もそんなにすごくいっぱい作るわけじゃないんですけど、たまにフランス料理らしい料理を食べたい時によく作るソースです。今回のレシピはサーモンを使ったレシピなので、今回もまたコストコで買ってきたサーモンを切って冷凍しておいたやつがあるので、それを使って、作っていきます。で、今もうお湯沸いてる状態です。お湯を沸かしてこの後キャベツを茹でるんですけど、それのためのお湯がたっぷりの大きい鍋に沸いている状態です。で、これサーモンなんですけど、これ買ってきて結構大きいので、だいたいなんかこう使いやすい分量に切って、で魚の水分を取れるような保存がよくできるようなキッチンペーパーみたいなペーパーがあるんですけど、それにくるんで、冷凍しておきました。でこれを、前日に冷蔵庫で自然解凍してあります。でラップ直で焼くよりもそういうペーパーとかうまく使ってやった方が、臭みが取れるんじゃないかなっていう気がして、解凍は、できれば、自然解凍の方が、前日冷蔵庫で解凍するか、もしくは使う時に少し出しておくとか、もしくは、ジップロックとかに入っている状態だったら、冷水に当ててそのまま袋のまま冷水に当てて解凍させるっていう方が、一番その水分が抜けにくいんじゃないかなと思います。急いでる時私も解凍ボタンレンジのを使っちゃったりするんですけど、余裕がある時はそういう風に解凍すると良いかなと思います。はい、ではまずサーモンはちょっと置いといて、では、キャベツから茹でていきたいと思います。今日ちょっとちっちゃめの1玉あったのでこれを使います。まず切る前になんかこう芯のところとか明らかにすごい土とかがついているようであればさっと洗ってから切った後に洗っていこうと思います。でこの外側の葉っぱなんですけど、私はこの緑のとこも結構使います。このくらいだったら全然柔らかいし、もうちょっと緑があっても使います。でその緑硬いんですけど、やっぱり色のグラデーションが出るので、中の白っぽいとこと黄緑のとことこういうちょっと濃い緑っぽい色3色が混ざってるキャベツの方が今日はさっと茹でるだけなんですけど、やっぱり盛り付けた時に綺麗だし、この硬い葉っぱちょっと小さめに切って、工夫はちょっと必要ですけど、全体の中で言えばすごくちょっとのことなので、私は綺麗さを優先して使うようにしてます。でもキャベツもいろいろあるのでそれぞれだと思うので、そういうふうに使うと綺麗かなと思いました。で、これを
ザクザクっと切って洗います。ボウルにたっぷりのお水を溜めておきます。芯を落として、で一番この硬いところは少し小さめに、気になるようだったら小さめに切って、あとはザクザクっとこのくらい、どうせ茹でちゃうのでこのくらいに切ります。で芯のとこは柔らかいのでもうちょっと大きめに切ります。野菜、今日はキャベツ1種類で作るんですけど、かぶとかインゲンとか人参とかブロッコリーとかカリフラワーとかもすごく合うので、野菜がいっぱいある時はいろんな野菜を使ったりもします。でしっかり洗って、ざるに引き上げます。はい、じゃあこのキャベツをさっと茹でます。蒸したりしてもいいですし、今日はちょっとサーモンをレンジで火を通そうと思うので、キャベツは茹でるっていう感じの仕上がりにしたいなと思いました。ではお湯が沸いてきたので、キャベツを入れていこうと思います。はい、で強火のまま沸騰するまで、強火のままで沸かして、沸騰したらポコポコするぐらいの、中火ぐらいかなで、そうですね、3分ぐらい茹でたいと思います。沸騰してから3分です。次にサーモンの、水分を取っていきます。はい、水分をしっかりとって塩コショウします。で今日は、電子レンジで火を通すんですけど、電子レンジで火を通したくないとか、電子レンジ持ってないっていう方は焼いても美味しいですし、あと蒸し器で蒸すとかフライパンで蒸すっていう方法で蒸してもらっても大丈夫です。キャベツそろそろ引き上げようかなと思います。はい、キャベツを、はい、こんな感じで。結構この緑が入るとアクセントになって、茹でただけなんですけどすごいいろんな色があって綺麗だと思うので、嫌じゃなければここ使うとすごく綺麗になります。じゃあこれはこのまま少し置いといて、サーモンの塩をしていきます。今日は事前にソースを用意したんですけども、もしゼロから作るっていう方はキャベツを茹でてる間とかに玉ねぎと白ワインとビネガーを煮詰めておいて、で、茹で上がったらソースをまず作って、最後にサーモンに火を入れるといいかなと思います。まず、お皿に、両面使用したいので今日お皿を使って蒸していくので、耐熱のお皿に塩コショウをします。だいたい 1% ぐらいの、分量です。
割としっかりめにします。その代わりキャベツの方には今茹でる時に塩をしていないので、キャベツは抜くところもうみずみずしくって、キャベツのシンプルなその味を楽しめる。でその代わり旨味のあるサーモンにはしっかりめに塩をします。でこの塩する時もサーモンは特に腹身のところが薄かったりするので、厚さによってちょっと丁寧に、厚いところにはしっかり、薄いところには薄めにするっていう感じで丁寧に塩をするとより美味しくなるかなと思います。はい、そして並べて、でもしハーブとかあればハーブここに散らして香りをつけてもいいですけど、今日はないのでこのまま、白ワインをちょっと 50cc ぐらいかけました。なければお酒でもいいし水でもいいので、少し水分あった方が蒸気が出てよりしっとり蒸されることになるので、もしフライパンとかで蒸したりしたい場合も同じです。で、蒸し器でやる場合は割としっかり蒸気が出るので、蒸し器の時はそのまま蒸してもらって大丈夫です。ふんわりラップをして、電子レンジで様子を見ながら入れていきたいと思います。まずちょっと5分ぐらい入れたいです。で様子を見ながらやっぱりレンジってムラができるので、回しながら、火を通していきます。はい、で今5分入れた状態でこんな感じなんですけど、上から見てもらってちょっとやっぱりこの辺が生っぽい感じです。なのでこっちが結構しっかり入ってる、大きさもあるんですけど、やっぱり当たりがこっちがちょっと強いかなっていう気がするので、向きを変えてあと1分ぐらい火を通します。ではプラス1分して今計6分入った状態です。ちょっと開けてしっかり確認しようと思います。はいはい、大丈夫そうですね。もし分からなければ一番厚みのあるサーモンの一番厚いところに少しナイフを入れたりとかして、中を確認してみるといいと思います。で火が入ったサーモンは、すごく脆いのであまりガシガシ触るとボロッとこう崩れてしまうので、はい、なるべく触らないようにします。で、今日サーモンの切り身を使いました。皮がついてない状態で、もう半身のもので売ってる状態で使ったんですけど、スーパーで買うとしたら、今だと秋鮭とかそういう鮭皮がついた切り身でもいいですし、同じようにやってもらって、皮が嫌いだったら皮を火を通してから剥いで、同じように使ってもらってもいいですし、塩鮭とかでも結局塩がぐっと入ってて旨味が強くなってるので、甘口の塩鮭とかそういうものであれば塩鮭でもいいです。あとは他の魚ですね、タイだったりとか、その時の旬のホタテでもいいですし、シーフードミックスとかでもさっと茹でて同じようにやっても美味しいですし、いろんな魚で試してみてください。では盛り付けていこうと思います。はい、いつもだったらうちは大皿で盛ることが多いんですけど、今日は皿盛りの、盛り付けでいこうと思います。でキャベツはさっと茹でてあるだけなのでしっかり水分を絞ります。でこのキャベツの水分が結構含んだ状態のままで盛り付けると全体的に水っぽい仕上がりになっちゃうので、ここは少し水分を絞ってあげて、
お皿に散らします。でこの時にサーモンが乗っかる場所は隠れてしまうので、なるべくこういうちょっとアクセントの色、黄色とか緑とかなんかちょっとアクセントになりそうな色を外の方に外しておきます。はい、こんな感じで散らしてもらって、でサーモンをのせます。はい、今日はこのソース、普通に前の動画の4倍で作って、仕上げにかぼすの果汁を半個分ぐらい入れました。ちょっと酸味が、キャベツ今日たっぷり食べるので酸味がちょっと強い方が美味しいかなっていうのと、うちに庭にかぼすの木があるので使ってみました。でソースはたっぷりかけようと思います。はい、ではこれでサーモンの白ワイン蒸しブールブランソースの出来上がりです。すごくフランスっぽい味のソースだと思うので、ぜひ作って食べてみてください。さようなら。